アブー・フライラ伝承。預言者、アッターの平安あれはこう仰せられた。肩を覆わない一枚の衣服を着て礼拝、サラートを捧げてはならない。サヒーフ・アルブハーリー359。アブー・フライラ伝承。アッターの死とアッターの平安あれはこう仰せられた。一枚の衣服を着て礼拝、サラートを捧げる者は、その端を肩越しに交差させなければならない。サヒーフ・アルブハーリー360。ハディース解説。礼拝における服装の作法。礼拝、サラーは精神的な崇拝行為であり、しもべが主、アッターのお前に立つ行為です。それゆえ、身体とアウラ、隠すべき部分を覆い、アッターの威厳にふさわしい身なりをすることが求められます。預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、礼拝で許されることと許されないことを明らかにされました。このハディースは、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが、一枚の衣服で礼拝する者に対して、両肩を裸にしたまま、つまり何も覆うものを置かずに礼拝することを禁じたことを含んでいます。肩、アティクとは、肩と首の間にある部分です。肩自体はアウラではありませんが、それを覆うことでアウラを覆うことがより確実になるからです。もしゲー・イザールだけで身を包み、肩に何もかけていなければ、アウラがあらわになる危険を免れません。それに対し、衣服の一部を肩にかけることは、アッターイと高き神への敬意にもより近くなります。この禁止は禁止、ハラームではなく、剣を、カラハの禁止であると言われています。したがって、人が肩に何もかけずに礼拝をしたとしても、その礼拝は有効ですが、可能であれば何かをかける方がより優れており、敬虔です。また、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは、一枚の衣服しか持っていない者に、その両端を互い違いに交差させるよう命じました。すなわち、右端を左肩に、左端を右肩にかけることです。これにより、衣服が体全体を覆い、リダー、肩掛けとイザール、ゲギヌの代わりを果たします。衣服を交差させる利点は、ひざまずいた時に礼拝者自身のアウラを見ないようにすること、そして礼拝の動作を移動する時に衣服が落ちないようにすることです。これは、イスラームが、衣服が十分な大きさである場合に一枚の衣服での礼拝を容易にしていることを示しています。しかし、もし衣服が窮屈であったり、小さかったりした場合は、ブハーリーの神聖集にあるジャービル・ブン・アブドゥッラー・アッターが彼ら二人を喜ばれますようにのハディースにあるように、下着として身につけ、アウラと下半身を覆って礼拝すべきです。このハディースから得られる教訓、隠すべき部分が覆われている限り、一枚の衣服での礼拝が許されること。一枚は上半身を、もう一枚は下半身を覆う二枚の衣服での礼拝が許されること。礼拝者が良い身なりをしていることが奨励されること。可能であれば、礼拝において両肩、あるいは片方の肩を覆うことが義務であること。ただし、禁止は単随不本意な嫌悪とする説もある。教友たち、アッターが彼らを喜ばれますようにが経済的に貧しかったこと。彼らの中には、二枚の衣服さえ持てない者がいた。